Hello Auntie. I want Hokkien Mee. 多少啊？大家好啊，歡迎嚟到90後生活投資頻道，我係史蒂夫。咁今日呢，我哋就邀請咗喺新加坡住咗6年嘅日本人做呢個訪問嘅。咁我哋嘅主題呢，就係究竟作為一個日本人啊，喺新加坡嘅生活究竟係點樣嘅呢？呢個訪問呢，我哋就會用日文嚟做嘅，但係大家唔使擔心，因為我哋會有英文嘅字幕提供嘅。事不宜遲，我哋即刻介紹吉田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ先に自己紹介お願いします。はい、名前は吉田グレイス和恵です。日本からシンガポールに6年前に来ました。父親は日本人、母親がシンガポール人のハーフミックスです。日本でどのくらい滞在しましたか？そうですね。トータルでもう18年以上ぐらいいますかね。日本には。小学校から。そうです。もう小学校、中學校、高校、ほとんどの教育はもう日本で受けました。第二條問題咧，我就問下吉田さん究竟佢識唔識講呢個 Singlish 嘅 ？Singlish 喋れますか？少し喋れます。少しか。Hello Auntie. I want Hokkien Mee. 多少啊？それは面白い。跟住咧，我就問下吉田さん究竟點解佢會揀喺新加坡做嘢咧？吉田さん、なぜシンガポールで働きたいんですか？なぜシンガポールで働きたいか。日本と比べたら残業もない、ないことはないんですけど、定時で帰りやすいし、なんかワークライフバランスが整っているので、シンガポールで働くことの方が個人的に日本で働くよりかは好きです。そうなんですね。なんか、ドラマみたいな日本のドラマ、毎日残業してる、そういう印象があるね、みんな。そうですね、なんかもうそういう風習、なんか先輩がまだ帰ってないとちょっと先に後輩は帰りづらいみたいなのはまだあるかもしれない。もう帰るのとか。そうです。もう君帰るの？香港はどうですか？香港なら多分日本に似てる。なんか残業多いだけど、でもシンガポールで残業があっても給料がある。なるほど。第四條問題咧，我就要問下吉田さん究竟佢對新加坡嘅印象係點樣嘅咧？吉田さんにとってシンガポールはどんな印象がありますか？シンガポールの印象は、まず分かりやすいのは一年中暑いなっていうことですね。わかる。もうトロピカルアイランドなので日本とは違いますね。あとは気さくな人が多いです。フレンドリーな人が多いですね。みんな優しいとかね。基本的に優しいですね。でもシンガポールのなんか天気は沖縄みたい。確かにちょっと湿っぽいですね。確かに。僕にとってなんかシンガポールの印象は多分緑だらけ。緑が多い。どっちでも緑。なんか草とか木とかめちゃくちゃあるんだ。だから好き。めちゃくちゃ好き。自然が好き。自然好きだよ。第5條問題咧，我就會問下吉田さん究竟佢喺新加坡咧有冇俾人歧視過嘅？差別されることがありますか？今はないですね。今はないです。でもほとんどないですけど、1回だけ小さい頃にありました。シンガポールで？はい、シンガポールで。シンガポールの小学校1年生の時にシンガポール学校にちょっとだけいたんですけど、その時に同級生に、そのシンガポール人の同級生に私のおじいちゃんおばあちゃんはあなたのおじいちゃんおばあちゃん、要は日本人のおじいちゃんおばあちゃんに殺されたみたいな、その戦争の話をちょっと持ち出して、それで、君もその子孫だから、なんかお前も嫌なやつだみたいな言われたことはありましたね。歴史の原因だからね。そうですね。でも今シンガポール人は多分みんな優しいよね。そうですね、みんな逆に日本から来ましたって言ったら日本のどことか、私アニメ好きとか、食べ物ラーメン好きとかめっちゃ言われます。それは僕です。ラーメン好き。ラーメン好き。第6條問題咧，我就要問下佢究竟喺新加坡最難適應嘅嘢咧係乜嘢嘅？シンガポールに住む一番慣れにくいのは何ですか？特に今思いつくことはないですけど、でもやっぱり
最初移住を決めた6年前に来た当初はその湿っぽい暑さやっぱずっと暑いので、慣れるまで時間かかりましたね。熱中症になりました。それはなんか大変だね。そうですね、僕にとっても天気は一番なりにくいものです。でも雨降ったら涼しくなる。で、寒くなるぐらいですよね。暑いのと寒いのとすごく極端。急に変わる。第七條問題呢，我就會問下舒德山，究竟佢覺得新加坡3個好處係咩呢？シンガポールに住む3つのいいところは何だと思いますか？3つのいいところですね。じゃあまず1つ目はさっきも言ったんですけど、シンガポール人は結構みんなフレンドリーですね。気さくな人が多い。優しい。で、日本から来た人という目線で見た場合に、日本人って結構英語を喋るのが不得意な人が多いんですけど、日本語なまりの英語を喋ってもちゃんとシンガポール人は聞こうとしてくれます。何を言おうとしているのかなってこうpay attention してくれるので、収集する。だからちょっと下手くそな英語でも通じやすい。例えばイギリスとかアメリカよりかは通じやすいから、シンガポールに来た日本人にとっては結構住みやすいかなって思います。あと子供にも優しい気がする。でも吉田さんの英語は全然下手じゃない。私の英語。本当ですか？本当。次英語でインタビューする。よろしければお願いします。3つ。そうでした。もうなんか終わった気分だった。1つ目がそれで、2つ目は多文化社会であるというところですね。例えばマレー系だったりインド系だったり中華系だったり、欧米の人も一つの国に住んでて、違う価値観だったりいろんな宗教、別々の宗教だけどお互いに尊重し合う、そういう文化がすごく好きです。文化交換みたいな。そうですね、すごく国際的。つ目はご飯も結構美味しいですね。それで安い。めちゃくちゃ安いよね。日本で言えばなんか屋台とは言わないけど、似たようなのでホーカーセンターみたい屋台みたい。屋台って言っていいのかな。そうなんかね、1食分3ドル4ドルシンガポールドルで、そう日本円で言ったら300円、250とか300円とか、結構1回の食事代が安くで手に入るので、すごく若者にはいいかなと思いますよ。なんか学生として来た人とか、結構いいかな。日本になんかもし食事したら、多分500-600ドルとかいくんじゃない？シンガポールドルで7ドル6ドル7ドル以上かな。咁第8條問題呢，我就會問下吉田さん究竟會唔會推介年輕嘅日本人呢嚟新加坡做嘢呢？日本の若い者たちにシンガポールでの就職を勧めますか？勧めます。日本だけで仕事するんじゃなくて、これからいろんな国に行ってシンガポールに限らず、もっと経験を積んでほしいですね、若者たちには。そうですね。だからそう思いますね。僕もなんか他の国も働きたい。例えば欧米とか、私もそうです。オーストラリアとか行きたいですね。もっと文化が勉強できる、それは一番いいと思います。知らないことを知るってね、とても素敵ですよね。だから勧めます。第9條問題呢，我就要問下吉田さん，究竟喺新加坡料理裏邊呢，佢最中意嘅料理係咩呢？新加坡料理の中で一番好きな食べ物は何ですか？ハイナンチキンライスです。そうですか。僕も同じ。一緒。あと行きましょう。行きましょう。チキンライスは安いよね。そうなんですよ。安くてどこにでもあるじゃないですか。そうだからなんか何食べようか迷った時に、チキンライス行こうっていう感じ。簡単ですね。安いし美味しいし、どっちでもあるし。
いいな新加坡。いいねシンガポール。第10條問題咧，我就會問下 Yoshida さん，究竟佢將來會唔會諗住喺新加坡度生活呢？將来もシンガポールで暮らすつもりですか？あ、はい、ベースはシンガポールに住んで、まあたまに日本に帰ったり、他の国にまあ仕事なのか旅行なのかわかんないですけど、まあちょこちょこ行きたいとは思ってます。でもベースはシンガポール。なんか他の国になんか体験したいとかね。なんかまあ個人的な夢なんですけど、まあ私はなんか自分の仕事がセラピスト、その人の体をほぐすマッサージとか、なんかお話を聞いたり、なんかまあちょっと心理学とかカウンセリングみたいなこともこれからやっていきたいと思っているので、なんか自分の経験にもなるし、いろんな国の人々の考え方とかお話しして聞いてみたいし、なんかやっぱり自分も世界広げたいので、いろんな国行ってみたい。僕にとっては、シンガポールはいいところだと思いますけど、まあ僕他の国もなんか行きたいんです。例えば日本とか。だから日本語を勉強しなければならない。今日嘅訪問就嚟到呢度啦，咁我哋好多謝 Yoshida さん啦，嚟到我哋嘅訪問啦。Yoshida さんありがとうございます。ありがとうございます。如果大家中意呢條片嘅話，就記得 subscribe、follow 同埋 like 我哋嘅 channel 啦。我哋下次再見，拜拜。拜拜。